こんにちは。今日はキャバクラについてお話ししようと思います。少し前のエピソードで、そのホストについて話したんで、ホストの逆のコンセプトって何かなって考えた時に、キャバクラかなって思って、で、キャバクラについてもちょっとお話しさせていただこうと思うんですけど、キャバクラ聞いたことある人いますかね。少し最初に説明すると、キャバクラって2つの言葉が組み合わさってできてるんですね。キャバレーとクラブ、この2つが、組み合わさってキャバクラになるらしいんですね。でキャバレーっていうのが、そのキャバレーっていう場所の中にめちゃくちゃ大きい舞台、めちゃくちゃ大きいステージがあるんですよね。でそこでダンサーとか歌手が、いろんなパフォーマンスをしてるんですね。でそのパフォーマンスを見ながら女性と話す場所がキャバレーですね。でもう一つのクラブっていうのは、キャバレーみたいに大きい舞台はないんですよ。大きい舞台はないんですけど、本当に特別な会員制の特別な場所で特別なサービス、めちゃくちゃいいサービスが受けられる場所がクラブですね。でキャバレーはそんなに高くないんですね。もちろん高いと思いますけど、そんなに高くない。でクラブは本当に会員制ですからめちゃくちゃ高い。その会社の社長とかね、めちゃくちゃ政治家とかそういう偉い人が行くようなイメージだと思いますね。でこのキャバクラはこの2つのどっちもいいポイントを取ったっていう感じですかね。キャバクラっていうのはその、クラブみたいな雰囲気なんですね。大きい舞台はないんですけど、特別な場所で、いいサービスが受けられるけどそんなに高くない。で会員制でもないんですね。っていう場所がキャバクラみたいですね。僕はキャバレーもクラブもキャバクラも行ったことがないんですけど、ゲームで勉強しましたね。その竜が如くっていうヤクザのゲームがあるんですけど、そのヤクザのゲームの中でキャバクラを経営する、なんていう、そういうサブクエストみたいな感じのものがあるんですね。そのメインのストーリーとはそんなに関係がないんですけど、キャバクラを経営できるっていう機能があって、僕はそこからキャバレーとクラブとキャバクラの違いを勉強したんで知ってるんですけど、僕自身はそういう場所に行ってお金払って女性と話すっていうのはしたことないんですけど、そういう場所があるんです。で今日はこのキャバクラについてお話しします。でこのキャバクラで働いてる女性の職業名っていうのがキャバ嬢っていうんですね。キャバクラ嬢かな。キャバクラ嬢を短くしてキャバ嬢っていう名前なんですけど、キャバ嬢の仕事は、女性版ホストみたいな感じですね。お酒を飲みながらそのお酒の場を盛り上げ、女性がそのお酒の場を盛り上げてくれるっていう。それで大抵キャバクラで働いている人っていうのは、女性で結構若めの女性ですよね。でその、服もちょっと露出が多めの服を着てる人が多いんですね。でそういう女性とお酒を飲みながら話したいっていう人、サラリーマンとかおじさんとかですかね。そういう、若い女性とか若い露出が多い服を着た女性と話すチャンスがない人がキャバクラに行くんですかね。僕もそんな露出が多い服を着た女性と話す機会って全然ないですけど、別に行きたいとも思わないんで、そういう場所に行きたい人っていうのはやっぱり、おじさんが多いイメージですよね。でこのキャバクラに似ている店っていうのがいろいろあって、さっきもねキャバレーとかクラブについて話したんですけど、他にもスナックっていう
店タイプの店もあるし、ラウンジとか、あとガールズバーっていうカテゴリー、そういうタイプの店もあるみたいですね。で、まあ、こういう店とはちょっと違いますけど、夜の仕事っていう意味ではその風俗の店も日本にありますね。このエピソードでは話さないんですけど、そういう夜の店の中にも、いろんなタイプがあるんですね。で、今までねキャバクラについていろいろ話したんですけど、僕のキャバクラに対する意見っていうのは、ホストと同じですね。いいと思いますね。そういう女性と話したい男性がいて、で高いお金を払って一緒にお酒を飲みながら話す話したい男性がいて、で高いお金をもらって、あの露出が多い服を着ながら、そういう場所で会話を盛り上げるような仕事をしたいっていう女性もいて、でまたやっぱり需要と供給が一致しますから、いいんじゃないかなと思いますね。僕は個人的には興味が全然ないんですけど、そういう店に行きたい男性が多いっていうのもわかるんで、それもいいんじゃないかなと思いますね。でもホストでもねこれがあるんですけど、そのホストのエピソードでも話したんですけど、お客さんの中でやっぱり依存しちゃう人がいるんですね。そのキャバクラで働いてる人、キャバ嬢に依存しちゃって、それでキャバ嬢の人はもちろん仕事で、えー男性とね話すんですけど、男性から見ると恋愛の感情を持ちながら話してるっていうお客さんもいるみたいで、そういう人が恋愛の感情を持ってそういう女性にねキャバ嬢に話してると、やっぱりキャバ嬢も疲れると思うんですよ。でそういうのでそういうお客さんをブラックリストに入れたり、LINE をブロックしたりっていうこともあるんですね。で、そういうブロックされたお客さんがブロックされたそのキャバ嬢に依存してるお客さんがストーカーになって、で、本当に最悪の場合、あのそのキャバ嬢の方が亡くなったりするっていうニュースもあるんですよ。なのでそういう依存するレベルになると、もちろんホストもキャバ嬢も良くないと思うんですけど、健全なレベルだったらいいんじゃないかなと思いますね。皆さんはここまでキャバ嬢について聞いてどう思いますか？ホストの時もそうですけど、こういうコンセプトとかこういう店が存在するっていうのは面白いんですかね？それとも自然なことだと思いますかね？もし何か思ったことがあったら僕にちょっと教えてくれたら嬉しいです。そんな感じで今日は、キャバクラについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。